こんにちは。パート9、始まりました。今回はステップとサイドスタンドがついたので、ペダル周りの細々した部品を組み立てていきます。あと、フロントフェンダー、リアフェンダーの取り付け、ライトケースのフィッティングも行います。やはり、というべきか。色々どうしよっかな問題も出てきているので、最後に紹介します。それにしても連休、素晴らしいですね。ゆったり構想が練れるし、作業も進みます。気分転換に、また旅にも出たいところです。ややこしい時代になってしまったので色々難しいところですが。とりあえず、私は9月の連休中このバイクと近場の釣りでぼちぼち楽しもうかなとか考えてます。ということで組み立てしていきます。まず、チェンジペダルのリンクを組み立てます。こんな感じの部品を純正のペダルがつくところにはめます。これも同色に塗装しました。リンクロッドです。なぜか長さが全然足りなかったので、寸切りボルトと、高ナットを銀ロウ付けで接着し、エクステンションを作成、延長しています。シートが付き、またがれるようになってから、また調整しないといけないところなので、適当に繋いでおく感じです。OK です。続いて、トルクロッドを取り付けます。もともとメッキがしてある部品ですが、統一感、まとまり感を出すため、赤色に塗装してみました。組んでいきます。ノーマルの取り付けとは異なるため、北コの軽コンパーツ、として売られている、ロングボルトを使用し、組み立てます。リアドラムと締結します。昔、株とかでたまにやる人がいましたが、専用ボルトの頭を、パネルの切り欠きにはめ込む構造になっており、ちゃんとはめないとスポークに干渉して大惨事。割りピンの入れ忘れでも大惨事。注意です。組み間違いの方は、ほぼないと思いますが、割りピン省略は結構見るので、ここは入れといた方が良いです。と言っても、割りピン自体は色々面倒なもの。自分的な折衷案として、ベーターピンを入れています。ここの場合、肺8用のものが適合します。OK です。次はブレーキロッドを取り付けます。純正とは取り付けが異なるため専用品です。ブレーキアームもそれに合わせて逆付けに変更しています。わからないと言っていた、このステップの出所がわかりました。木島製だったようです。思えば、木島ってこれに限らず、我が道を行く、
みたいな部品多く出してますね。今回、ステップのクオリティも高いことに正直驚きました。木島いいっすねー。この場所も割りピンの代わりに、ベーターピンを使用します。センタースタンドのところにも使えるしおすすめです。ステップ周りはこれで完了です。位置を変えると次に問題になるのがこれ。キックペダルです。純正だと、がっつり干渉したので、オフセットタイプのキックペダルに交換します。中華製のブランドです。さて、干渉せずいけそうです。問題クリア。あれ？クラッチ滑った？別アングルから、スレスレ、でいけてます。そしてクラッチ死んだな。これは、脱線します。今回実は撮影機材を変えてみました。普段使わなさすぎて、ほとんど忘れかけていたのですが、D5300 という一眼レフを持っていたことを思い出し、使用してみました。これまでは、スマホのカメラオンリーで撮影していましたが、どうですかね？良くなってますかね？とりあえず、スマホより暗いところでの撮影では、比較的差が出るかもしれないので、今後はこれを使ってやってみようと思います。三脚は両つべやってみる。というと、師匠がくれたイタリア製の謎三脚を使用しています。この三脚はめちゃくちゃ使い勝手いいです。作業に戻ります。今回使用するフロントフェンダーです。ノーマルフェンダーでは、やぼった差が出てしまうので、カスタムフェンダーを採用します。木島製を加工し、赤色に塗っています。見えない裏側は豪快に垂らす、男前塗装、です。塗装しているので、パッと見はわかりませんが、オールアルミ製で超軽量です。あえて細く作った足回りにマッチするのではないかと、レトロさを演出する風切り、も装備します。取り付けます。あれ？何かおかしい。全然ボルトが噛んでくれない。全然ピッチちゃうやないかーい。なんで？中華フォークに変えた時に確認しておくべきだった。どのくらいずれてるのか測ります。手元にノギスが見当たらなかったためおもちゃのノギスで。5ミリほどピッチが違うようです。相互のパーツだけど削るシカール巻いて。適当な大きさのエンドミルを持っていないので、仕上がりは厳しいですがバリバリあります。削り終わりました。5ミリなので、片側2.5ミリずつ。ちょっとなので適当でいけるでしょう。エンドミルが暴れていらぬ傷をつけてしまっていますが、ステージ体がアルミで赤サビが出ない。取り付けてしまえば見えないのでよしとします。リトライ。
ボルトが入りました。うまく削れていたようです。OK です。取り付けるとこんな感じです。純正と違い、ペライフェンダーなので軽快感漂う感じになったと思います。リアフェンダーも、フロント同様純正ではぼってりしすぎるので交換します。デイトナの FRP 製で、細身かつ軽量なパーツです。もちろん同色に塗装。こちらも、男前塗装、仕上げとなっております。取り付けます。G クラフトのスイングアームで、多少論水になっているはずですが、うまい具合に R があってくれそうです。ペライフェンダーにすることで、純正と比べてだいぶ軽快な印象になっていると思います。デザイン的に、バックステップのパイプワークとの相性も良さげです。ただ、取り付け面では相性が悪く、無加工では取り付けできませんでした。フレーム後部から伸びる取り付けステーブで、喧嘩してしまうのでフェンダー側を大きくカットしました。私、直接加工、現物合わせがめちゃくちゃ苦手でして、今回は切りすぎてしまい、ちょっと失敗です。泣き。そんなこんなでリアフェンダーも取り付けできました。汚い部品は塗り、新品に変えているので、だいぶ綺麗になってきた気がします。パート9最後の作業は、ライトケースの仮合わせ、です。使用するのはこれです。スズキ、レッツ4のライトケースを採用しました。10年ちょい前にツッカーさん、という方が株にバブルライトレンズを入れるため、これを使用したあたりから一時期流行していました。流行のおかげで、ライトレンズを剥ぎ取られたケース、がヤフオクに潤沢に出回っていたものです。そのライトケースに収めるスピードメーターがこれです。ボッシュのステッピングタイプのスピードメーター。タコメーターに採用したものと同じシリーズです。二眼メーターはちゃんと揃ってないとやだ。これのおかげで選択肢がほとんどなかったです。あと、面倒なので返品しませんでしたが、新品で買ったものにもかかわらず、レンズの内側にまだら模様の汚れがついています。まずテンションが下がりました。ちゃんと検品して。さて、このレッツ4のライトですが、スズキらしい。というべきか、汎用のメーターがすっぽり収まるナイスサイズです。では、ライトケースを取り付けていきます。最終的に位置合わせするので、大体の位置でライトステーを仮止めします。ステーもシコシコ磨いて、クリアを拭いてあるので、ツヤツヤで気持ちがいいです。手間かけただけはあるかな。OK です。ライトケースを取り付けます。正規のボルト、ナットが欠品していたので、とりあえず汎用品で留めます。純正品は発注済み。思うのですが、レストア系の出費のうち、こういうボルトや、
しょうもない部品でかかるコストがかなり大きい気がしています。このバイクの前に、28リッタータンクを装備し、世界一周から帰ってきた XLR のレストアをしたのですが、そういう部品にかかるコストが半端じゃなかったですね。買えなくてもいいっちゃいいけど、買えた方が気持ちがいい。に属する部品なので、貧民な私は買えるか買えないかでいちいち迷ってしまいます。両つべを始めてみたのも、収益化の1000人を目標に、あれこれ思考を楽しみたい。というのもありますが、もしできたら、工具とか撮影器具、そしてボルト代の足しになれば最高やん。という下心でアップしております。すでにそれなりに楽しめているので、達成できなくても特に問題はないんですけども。やっぱり足しになるのはでかい。ということで2眼メーターになりました。いや、これいい感じじゃないですかね。いや、良くないですか？スピードメーターが隠れるように見えてますが、またがると頭の位置がメーターの真上くらいに来るのでちゃんと視認できます。お邪魔虫が来てしまったので作業はここまでです。パート9まででここまで進みました。前後のフェンダーを取り付けたあたりから、急にバイクらしさが増した感じがします。細いリム、タイヤを選択している良さが生きてきました。もう、エロです。では、最後に今わかっている問題を紹介しておきます。まずこれ。パート6でエンジンを組んだ時から、気にはなっていた部分ですが、やはり、大株系のビッグフィンヘッドでは、ポートの高さが違うため、純正の円マニが使えません。そういう部分にこだわりがなければ、左右どちらかにオフセットして、パワフィルでもつければ解決しますが。まあ、絶対嫌です。そういうのは趣味じゃない。解決策として、ヘッド交換、エンジン交換、適合マニを探す、の3択かなと。マニは3種類持っていて、90純正、CS 純正、北コ製。北コだとスペーサーでなんとかなるかも。ただ、マニもパフォーマンスパーツの一つで、北コの嗅覚度は確実に、性能上良くない。90ヘッド、というか90純正エンジンがベストだけど、恐ろしく高いしなぁ。という問題1。続いてこれ、純正パーツ買えない問題。場所的にはチェーンスライダーですが、これが出ない。7、8年前から顕著ですが、ホンダは部品出さないですね。以前乗っていた GB の時もめっちゃ苦労しました。もともとホンダシャマン製でしたが、今はそうではないですね。金物は最悪なんとかなる場合がありますが、ゴム、プラ、で供給がなくなるともうどうしようもないですね。これが問題2。最後はケーブル類。株110のブレーキパネルは少し変わってまして、メーターケーブルの差し口が特殊な形をしています。短いケーブルを用意しないといけないことは分かっているため、差し口が似ていて、短そうなズーマーのケーブルを購入してみましたが、スポスポで全然合いませんでした。
長さも予想に反して、バッチバチに長かったです。全然ダメ。モンキー系のものが使えれば長さが選べるのですがこれは、わかっている問題はこの辺ですね。作業が進めば他にも出てくると思います。とりあえず一つ一つ潰して組んでいきます。方向性に変更なし。です。赤く、細く、色気あるカフェレーサーを。それでは、ホンダー。部品だせー。